通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、中国外交部からの話題になります。先日のですね、日本の高市早苗首相による台湾問題の発言により、現在ですね、この中国外交部が SNS 上でお祭りを開催しているということで、現在ですね、この X 熱狂に包まれております。この中国外交部がね、もうとても政府の公式アカウントとは思えないような発言をしまして、これが日本人のおもちゃになってしまっているというんですね。で、この話に関してはですね、今月の13日頃から話題にはなっていたんですが、さらにですね、この外交部がその後燃料を投下したということで、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、ご覧になった方も多いんじゃないかなと思いますが、先日のですね、高市早苗首相による、台湾問題をめぐる発言ですね。これを受けまして現在ね、中国が激起こしておりまして、今月の13日ですね、こちらに見えておりますが、中国の外交部、これつまり日本でいうところの外務省です。非常に攻撃的なお気持ちを表明しました。で、現在はですね、そこに再度ね、燃料が投下されるという形で、もう完全なお祭りになってしまっているということで、ちょっと本日見ていきましょうね。まずこちらね、ざっと時系列を整理しますが、毎日新聞ですね。台湾有事で存立危機事態、どう判断？高市首相答弁に残る曖昧さ。高市早苗首相が国会で中国が台湾を海上封鎖した場合は、自衛隊が集団的自衛権を行使する存立危機事態になり得ると答弁したことに波紋が広がっている。このね、存立危機事態というのは、日本とね、密接な関係にある国が武力攻撃を受け、日本にも危険が及ぶ事態ということですね。台湾有事が起きれば、日本への攻撃がなくても参戦する可能性を示唆したと言えるが、具体的な判断基準は不明確なままだ。事態認定の拡大解釈への懸念も残る。で、これを受けまして、こちらね、ロイター日本語版ですが、中国、日本への渡航自粛呼びかけ、高市首相の台湾めぐる発言が波紋。中国政府は14日、国民に対し日本への渡航を控えるよう呼びかけた。両国関係の悪化と中国国民が日本に渡航する際に直面する重大なリスクを理由とした。さらに日本が台湾問題に武力介入すれば、壊滅的な軍事的敗北を招くとも警告した。高市早苗首相の台湾有事をめぐる国会答弁が波紋を広げている。そこで出てきたのがこちらだったんですね。中国の外交部報道官が X にバイリンガルの警告を投稿。日本に対して台湾問題で Playing with fire するのはやめろと警告した。ということでこちらですね、Playing with fire とあります。こちらが本日のキーワードになります。非常に危険な行動をとり、リスクを負うこと。そしてその下ですね。後に問題を引き起こす可能性のあることをすること。ということでね、こちらの Play with Fire というのは、これね、直訳すると火遊びということになるんですが、これはね、比喩的な表現となっておりまして、つまりはこれ、危険な真似をするという意味になるんですね。無謀な行為とかね、こういうのを表現するときに使う慣用句なんですね。で、今回ね、これが慣用句であるというのが結構重要になりますんで、ちょっとこれね、頭の隅に入れといてくださいね。ということで、こちらは、中国の外交部報道官が X にバイリンガルの警告を投稿。日本に対して台湾問題で危険な真似をするのはやめろと警告した。中国外交部の報道官が X で英語と日本語の画像を連続で投稿し、日本に対し台湾問題で危険な真似をするのはやめろと警告した。これは先週の国会審議で高市早苗首相が中国本土による軍艦や武力を伴う台湾有事は日本にとって存立危機事態になり得ると主張したことを受けてのものである。3つのバイリンガル画像は同じ木曜日の定例記者会見で林報道官が高市氏の発言について述べた回答に基づいている。1つ目の画像では報道官が次のように問いかけた。日本は過去の軍国主義の過ちを繰り返すつもりなのか。日本は再び中国人や他のアジアの人々を敵に回そうとしているのか。日本は戦後の国際秩序を覆そうとしているのか。ということで、それがね、こちらのポストになるんですが、で、こちらがね、今も残っております。実際のね、X のポストですね。ここね、見えておりますが、中国外交部、そしてね、グレーのバッジついておりますから、これも正真正銘の政府アカウントですね。で、ここではね、満州事変について等々いろいろ書かれているんですが、この最後の部分ですね、ここを画像にしたのがこちらということになっています。日本というのは自衛を口実に、公然と侵略行為をしていて、中国、さらにはアジア全体に計り知れない苦痛を与えたと。これがね、日本時間の今月13日の投稿ですね。で、これについてはね、先ほどバイリンガルとありましたが、ここね、日本語でも投稿されています。そしてこちらね、同日になりますが、もし日本が台湾海峡の情勢に干渉するようなことをあえてすれば、それは侵略行為であり、中国は必ず断固たる対応を取るだろう。で、当然ね、これは日本語でもポストされておりまして、日本が台湾海峡情勢に武力介入すれば、中国は必ず正面から痛撃を加える。
とあるんですが、これどうですか？先ほどね、紹介しましたこちらのね、英語の翻訳とはだいぶニュアンス違うでしょう。ここね、干渉するとは言っていますが、武力介入なんて一言も言ってないんですね、英語では。で、ここではね、断固たる対応を取ると言っているんですが、日本語ではね、正面から痛撃を加えると、このように翻訳されていまして、そもそも痛撃ってあまり聞かないでしょう。プクタモンハンぐらいでしか聞きませんが、正面から痛撃を加える。ちょっと気持ち悪い日本語ですよね。で、これはね、もう完全にプクタの主観になりますが、先ほど見ましたね。この外交部のね、アカウントの中の人ですね、英語はね、この慣用句がさらっと出てくるくらい流暢なのに、日本語はそこまで得意じゃないというのが読み取れるんじゃないかなと、プクタは思っています。だからすごく危険なゲームをしてますよね、中国は。少なくとも日本語がネイティブじゃない人間に、これだけ重大なメッセージを発信させているということですね。そしてですね、これは14日から15日にかけて、さらにね、エスカレートいたしまして、このようなポストをするんですね。中国のボトムラインに挑む者は誰であれ。つまりは越えてはならない一線を越えたらどうなるかということですね。これを越える者は誰であれ。断固たる打撃を受け、14億を超える中国人民が鍛え上げた鋼鉄の頂上にぶつかって粉砕されるだろう。ということでね、ここではね、日本とは言っていないんですが、日本に対してのメッセージということなんでしょうね。で、ここに一応本文というのもありまして、先ほどとね、同様です。こちらになりますが、この後半の部分が画像化されているということですね。で、このね、前半がすごくって、中国は平和を大切にし、信用を重んじている。とはいえ、中国の主権や領土の一体性、その他の中国の革新的利益に関わる問題については、いかなるものも中国から妥協や譲歩を期待してはならない。ね。そういうことのようですよ。で、こちらがね、日本語での投稿ですね。中国人民のボトムラインを挑発しようとすれば、必ず中国側の痛烈な反撃を受け、14億を超える中国人民が血肉を持って築いた鋼鉄の頂上の前で頭を割られ血だらけになるのだ。ということでですね、ここがついにお祭りの会場となりました。現在ね、これすごいですよ。1916万回表示されておりまして、コメントがね、6173件と。ちょっとね、じゃあこちら見ていきましょうか。ここね、YouTube でよく見る人いますね。中国人民のボトムラインを挑発しようとすれば、必ず中国側の痛烈な反撃を受け、14億を超える中国人民が血肉を持って築いた鋼鉄の頂上の前で頭を割られ、血だらけになるのだ。ということでどうですか？中国外交部ね、一気に可愛い感じになってしまいましたが、これすごいですよね。本文一言も変えてないのに、ここにずんだもんを添えるだけでこれだけ可愛くなるというね。で、ここではね、何が行われているかというと、こちらにもあるんですが、ハイバッチアカウントが面白ムーブをするならば、必ずフリー素材が作られ、ネットミームとなるのだ。ということで、先ほどの画像がですね、このようにね、ミーム用に配布されておりまして、ここで大喜利大会が繰り広げられていると、そういうわけだったんですね。そしてこちらもね、多くの方が指摘してますね。その日本語の文章だと、主語である中国人が頭を割られることになるんだが、この文章だとね、誰が血だらけになるのかというのが書かれていないので、この日本語だとそれ中国人になっちゃうよということを指摘してるわけですね。これも日本語の難しいとこですよね。そうすると先ほどのね、プクタが言いました。この中の人ね、日本語苦手なんじゃないの？ここに繋がってくるでしょ。やっぱりこれがね、別の意味に読み取られてしまうというのが、わからなかったんでしょうね。この方も言ってますね。頭を割られ、血だらけになる14億の中国人民がかわいそうと。いいからお前らさっさと武漢肺炎の損害を賠償しろ。日本国民を SNS で挑発しようとすれば、必ず日本のネット民の痛烈なネットミーム化を受け、1億を超えるネタ民が長年かけて築いた鉄壁のネット文化の前で嘲笑され、殿下の宝刀、聞いてて草を浴び、挑発した側こそ顔を歪めることになるのだ。あの人うまいですね。原文をね、限りなく保っておりますが、セーラームーンって一人だけ衛星なのになんで偉そうにしてんの？これ何ですか？もともとこういった大喜利的な何かがあるんですかね？全く関係ない話しておりますが、つまりはね、セーラームーンって月の戦士ですから、あいつだけ衛星じゃねえかと。これ面白い。冷やし中華始めました。うんち。日本への渡航を控えていただき、本当にありがとうございます。助けてください。メンツを立ててください。14億もいると大変なんです。ゆで卵を上手に作ろう。お湯が沸騰後、何分茹でればいいの？黄身がとろっとした半熟、3分から4分。黄身がしっとりした感じ、7分から8分。黄身がしっかり固まっている、11分から12分。茹で上がったらすぐに流水で冷やしましょう。温度差によって皮が剥けやすくなります。というですね、ゆで卵のね、うまい茹で方まで勉強できるというね。ちなみにね、温泉卵は片栗粉を溶かしたお湯で茹でるとうまく作ることができます。あとポーチドエッグはね、お湯の中にお酢を入れるとうまく作れますからね。今度試してみてください。1+1 は2じゃないぞ。俺たちは 1+1 で200だ。10倍だぞ10倍。我々はタケノコ派に告げる。キノコタケノコ問題でチョコ遊びをするな。
チョコ遊びをすれば必ずキノコが滅ぼす。ということで、キノコ派は割と過激なんですね。だんだんネタに寄せてきてるのを本当はもうやめたんやろ。でもこれに関してはね、外国人も反応しておりまして、中国外交部の現在の固定ポストは日本を攻撃し、脅している。これは状況を逸している。しかも中国は自分たちが被害者だと思っているようだ。日本のトロール芸はもしかすると次の偉大な輸出品になるかもしれない。そしてこちらね、ついに台湾のね、元外務大臣です。政治家がこれに参戦しました。こうね、画像を投稿しておりますが、中国は平和を愛していると主張する。だが台湾を脅し、フィリピンをいじめ、日本にハラスメントをしている。それはただの覇権主義だ。そしてね、ここ下にありますが、中国人民共和国の口汚い報道官。2025年11月16日と。そしてこの方ね、それをリポストしまして、台湾の政治家ですね。ワン・ティンユー。中国はまた航海で実弾演習を行っている。ただ誰かが気に入らないことを言ったというだけでだ。それでいて、自分は平和を愛していると主張する。滑稽だ。はい、ということで本日はですね、先日の高市早苗首相の発言に対して、中国の外交部がその X アカウントでお気持ちを表明。そこが日本人による大喜利会場になっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。先ほどのね、投稿見ていただくとわかりますが、少なくとも日本語に関してはですね、英語に比べるとね、ひときわ強い口調で、かなり攻撃的な口調で発信されておりまして、これが実際ね、このアカウントの中の人の思想が入っているのか、ちょっとね、何なのかよくわかりませんが、少なくとも一般的にはね、非常識な投稿というように見られてもおかしくないんじゃないかなと思います。これに対してね、日本の X 民が取った行動というのは、ミームの波でそれをひねり潰すというね、これがね、なんとも面白いなと思いましたが、現在もね、続々と素晴らしい大喜利がね、投稿されているようですので、よかったらね、チェックしてみてはいかがでしょうか。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。